策略1。セットした覚えもない目覚まし時計の音が頭の中に鳴り響いて目覚めた。夫の仕業だろうか、目覚まし時計をかけるなら別の部屋で寝てくれと散々言っていたのに、そう思いながら頭の上を探る。頭がズキズキする。昨夜ワインをしたたかに飲んで寝たせいだろう。どこ？頭の上を見たが、そこに目覚まし時計はなかった。でも、自分の手を見て、はっとなった。何？赤く染まった手のひらを見て、思わず飛び起きる。そうしたら、衣服にもべったりと赤いシミがついている。何？これ。一瞬、酔っ払って、ワインをひっくり返して、そのまま眠ってしまったのだろうか、と思った。でも、よく見ると、それはワインではないように思える。いや、よく見ないでも、これはワイン、なんかではない。自分がどこか怪我でもしたのかと思ったけれど、痛みはどこにもない。そもそも、これほど血がつくような怪我をしていたら、痛くて眠るどころではなかっただろう。では、何なのだ。まだ、夢の中にいるのだろうか。半分ぼーっとした頭で、ベッドから起きて床を見ると、赤い筋が、寝室の扉の方につながっている。昨日はこんなものはなかったはずだ。とは言っても、どうやって、寝室に来たのかも覚えていないのだが、しかも、ベッドの脇には、歯にも、持ち手にも、べっとりと血のついた包丁が、落ちている。私は、恐る恐る、その赤い筋をたどるようにリビングに向かう。リビングのドアは半開きで、その隙間から投げ出された足が見える。嫌な予感しかしない。私は扉に手をかけて、そっと押してみる。そこには仰向けで、天井を睨むようにして横たわっている夫の姿があった。胸もお腹も血で真っ赤になっている。どう見ても、もう息をしているとは思えない。強盗？とっさに警察に連絡しなくては、と家の電話の場所に行こうとしたけれど、ガサッと音がして足が止まった。もしかして夫を殺した強盗が、まだこの家の中にいるのだろうか。そう思うと急に怖くなってきて、私は足音を立てないように寝室に戻る。携帯を探したけど見つからない。そういえば、携帯はリビングに置いてあるバッグの中に入れたままである。どうしよう。怖くて、ベッドの影にうずくまっていたけれど、ここでずっとじっとしていても、見つかったら夫のように殺されるかもしれない。逃げなくては、と思って立ち上がった時に、鏡に映った自分の姿を見て、思わず悲鳴を上げそうになった。私の衣服は、まるで帰り血を浴びたかのように血に染まっていた。っていうか、私は、どうして血を浴びたような姿になっているのだ。これでは、まるで私が殺したみたいではないか。まさか。外に出て、誰かがこの姿を見たら、みんな、私が夫を殺したと思うだろう。夫婦関係はうまくいっていなかった。私は、最初から夫を愛して、などいなかった。夫は、お世辞にも見栄えが良いとは言えない。
一緒に歩いて夫婦だなんて思われたら恥ずかしい。そんな風に思う私がいた。それでも結婚したのは夫が大企業のエリートで将来安泰だと思ったからだ。私の家は貧乏だった。父は見た目は良かったけれど、小さな材木店に勤めていて、毎日朝、早くから夜遅くまで働いていたけれど、お給料は決していいものではなかった。母は私が物心ついた頃からパートを掛け持ちして家計を支えていた。それでなんとかまともに暮らせた。でも私が小学校3年生になった時に父の勤めていた材木屋が潰れた。中卒だった父においそれと再就職の口は見つからず、生活苦から両親はいつも言い争うようになり、父はお酒に逃げるようになった。お酒を飲むと気が大きくなるのか、父は偉そうに怒鳴るようになった。母や私に手を挙げることもあった。母は何度も離婚したい、出て行ってくれと言ったが、父は頑くなにそれを拒んだ。でも、そんな暮らしは、ある日、突然終わりを告げた。酔っ払った父が千鳥足でふらふらと、車道に出て車にはねられて死んだ。警察で父と対面した母はうっすらと笑った。あの時の母の顔を私は今でもはっきりと思い出せるほどだ。でももしかしたら私も同じような顔をしていたかもしれないと思う。だってこれでもう怒鳴られることも叩かれることもないと心からほっとしたのだから。あの時に思った男は顔じゃない解消だと。どんなに顔が良くてもお金のない男と結婚したら待っているのは惨めな生活しかない。だから夫にプロポーズされた時は全く好きなタイプではないにもかかわらず OK した。みそじすぎるまで彼女もできたことないであろう夫はしっかり貯金もしていたし、結婚して夫に万一のことがあった場合、私が困らないように高額の保険にも入ってもらうという約束を結婚前に取り付けた。だからいきなり夫がいなくなっても困ることはない。むしろ不慮の事故にでもあってあの世に行ってくれたらラッキーくらいに思っていた。もし夫が死んだらきっと私もあの時の母と同じ顔をするに違いないと。だけどこんな死に方はさすがに想定外だ。しかもこのままじゃ私が疑われることになってしまうに違いないと思う。最近夫が子供を欲しいと言い出していた。もともと子供など望んでいなかったのに加えて夫とそっくりな子供なんてできたら正直ゾッとする。それに子育てに追われる生活も全く望んでいない。そのことで毎日のように揉めていた。ご近所の人に言い争っているのを聞かれたこともある。友達に、ああ、交通事故にでもあってくれないかな。それとも毒でも盛ろうかしら。なんて冗談交じりに言ったこともある。もし私に疑いがかかって友人が私の言葉を話したら完全に私は真っ黒な容疑者だ。どうしよう。私は頭を抱えた。とにかく誰かいるのかいないのか確かめなくてはとそう思ってもう一度リビングに戻る。怖いなんて言ってられない。犯人になるか
犯人に殺されるか、二者択一なら、どっちを選ぶかと問われれば、いやいや、どっちも嫌に決まってる。リビングの扉をそっと開けて、中を見回す。そこには、死んでいる夫がいるだけで、人の気配はなさそうだ。少し胸をなで下ろして、夫に近づく。気持ち悪い。遺体など気持ちいいわけないが、これが夫だと思うと、さらに気持ちが悪い。部屋の中は、全く荒らされた様子もない。何かがなくなっている気配もない。ということは、強盗ではない誰かに夫は殺されたということか。先ほどの物音は気のせいだったのか。しかし、こうなったら、ますます、私しか夫を殺すような人間はいないように思えてくる。夫は、人間的に可もなく、不可もない男だった。誰かに殺されるほどの恨みを買っていたとも思えない。私だって、これが、よその家の出来事なら、真っ先に妻を疑う。まさか、私がやったんじゃないよね。改めて自問自答する。私が酔っ払って、眠る前に夫が帰ってきて、揉めたとしたら、くご視聴ありがとうございました。チャンネル登録して、この続きもぜひご視聴くださいませ。チャンネル登録、いいね、コメントなどなどいただけるととっても嬉しいです。次回もご視聴お願いしますね。